こんにちは、今回は白とグレーの毛糸を使ってちょっと大きめのポーチを作ってみました。裏側もこういう感じで、全部同じ編み方で編んでいます。蓋も作っていて、蓋を開けるとこういう感じである程度物が入るんじゃないかなと思います。楕円底にしてますね。で、蓋部分は磁石で留めるボタンにちょっとつかないにしました。こういう感じで一応自立できるぐらい厚みがあるポーチになりました。編んでるところ撮りましたので、よかったらご覧ください。はい、毛糸はこの白とグレーを使っていきたいと思っていますが、なんか肌触りが違くって白の方がもちもちしてるんですよね。これを2本取りでいきたいんですけれど、同じ色でなんですけど、ちょっと今かぎ針に悩んでて、8号5ミリでいくか、それより大きいのだとこの黄色の8ミリちょっと見えないですね。なんとか写したいけど見えない、すいません。8ミリって書いてありますのかぎ針、どっちでいこうかなって今考えてて、ちょっと両方とも試してみたいと思います。で、まずはグレーから底を作っていきたいと思ってますので、これを中から糸を出そうかな。でね、今回は楕円形の円底で始めたいんですよね。で、一応こういう感じに編みたいなっていう私の編み図を描いてみたんですよ。で、今真ん中に斜めって書いてあるんですけど、斜めで始めると良さそうなので、今回はこれでトライしたいと思いますが、多分私にしかわからない編み図になってると思うので、一緒にやっていけたらなと思っています。ちょっとこの1個の毛糸はね、すぐに出たんですけど、もう1個はなかなか先端が出てこない。これって皆さんどうしてるんですかね。私ね、先端出すのに糸の中身半分ぐらい出してることあるんですよねちょっと先っちょ見つけてこようと思います。出てこない。ちょっと探してきます。はい、先端が見つかりました。で、2本取りでいくので、まず8号5ミリで編めるかを試してみたいと思いますが、ちょっと無理そう。ちょっと今度この8ミリですね、これでいこうと思います。8ミリのね、このジャンボかぎ針がプラスチックのこれしか持ってなくて、これでいこうと思うんですが、ちょっとね編みづらくはあります。で、最初は、斜めでいこうと思います。斜めっていうのは、5目にプラス2っていう感じの考え方になります。で、まず5目を作って、で一応クリップでマークしていこうかな。12345、この最初の部分と12345、もう一回数えます。で、今5やったので、あと2目やりますね。もう一個やって、鎖編みでやってます斜めになりました。で、斜めのとこにも2本取りでやるとザクザク編めて楽しいですよね。で、もう一個、これ立ち上がりのチェーン1は、1目として数えてないです。ちょっともうちょっときつくやりますね。1目として数えないので、できるだけキュッとしたいんですよね。はい。で、そしたら次は、裏を取っていくんですが、このサイドとサイド、端っこのところにどんどん増し目をしていくことで楕円形を作っていくっていう流れなんですが、最初はまず1目に1目ずつ入れます。で、こうやってね、鎖編みの裏をひっくり返すとポコッとしている裏山が見えるので、そこにシングルクロシェ、かぎ針じゃない、細編みを1目に1目ずつまずはやってきます。なので私の場合は斜めに、
斜め入れます。でね、これが、この音声ね、もう後から撮ってるんですけど、っていうのもこれちょっとここは音残したんですけど、なんかものすごいキシキシ言うんですよ編むたびに。でちょっとあまりにもキシキシ言いすぎて耳障りだなと思って改めて撮ってます。このねアクリル毛糸とこのプラスチックのジャンボかぎ針の相性が良くないんだと思うんですよね。なのでこの2つの組み合わせ、2種類の組み合わせはおすすめしませんで、斜め入れてきました。そしたら、まず楕円のカーブのところに来たので、ここから増し目をして、楕円形になるようにしていきたいと思います。で一応クリップを、動かないところ、今回私の場合は5目がずっと1目に1目ずつ入れるところなので、そこにマークして、今ここで1目目入れて、ここにあと、2目入れて合計3目入れます。でちょっとね同じところにあと2目入れなきゃいけないので苦しいんですけど頑張って入れてます。なので、ゆったりめに鎖編みを編むといいかなと思います。今更ですが。で今このクリップは、最初の目につけてたクリップなんですけど、この編み方の場合最初の目イコール最後の目なので、今チェーンを作ってね後ろからこう回ってきたので最後の目イコール最初の目なんですよね。なのでそこに同じ目にも123入れた形になります。でここから、5目は1目に1目ずつ入れていきます。ここがね今ここ入れてるのはさっきは鎖編みの裏山を拾ってったんですけど、今は裏山を拾った後の、鎖っぽいのが残っていると思うんですが、そこに、1目ずつ入れていってます。で一応ねこの糸始末も糸を巻き込みつついってるんですが、もうねこの時めちゃめちゃきつくってほんと鎖編みからゆったり編んだ方がいいのが見ててお分かりいただけると思うんですけど、もうかなりね力ずくでやってます。もう入れるのがまずこの針がプラスチックだから滑って入りにくいんですよね。でそこに強引に入れてやってるのでもうなんか大変でしたこの後はねこれを学んでもうちょっとこう優しく編み始めたのでちょっと若干楽になったんですけど、でもこれとこの次の段ぐらいまだ苦しんでるかもしれないです。で入れてあと1目かな、それが今クリップ刺したところが、また最後のところ斜め目なので、このねカーブのとこが特にキュッとなってるから入れづらかったんですよね。皆さんどうか私の反省を生かしてくださいで12345目編めました。でまたカーブのとこに来たので、今5目目につけてそこからそこまでは1目ずつっていうマークにしてます。でこのクリップのところでまた増し目を入れていきますので、このクリップのとこに2目入れたいんですよね。で今クリップが1で23、そこが、また増し目のところになるのではい自分に翻弄されてますが、今増し目を入れるところにクリップつけましたので、この2目のところにどんどん、増し目を入れていきたいんですが、まずそこ最後の目、ラウンド的には今1周目の最後のところに増し目を入れて、つまり1目に2目を入れようとしていますが、めちゃめちゃ苦しかったですこれなんかちょっと諦めそうですもんね。はい、
皆さんはしつこいようですが緩めに最初は編んだ方がいいと思います。でもう一個、鎖編みじゃない、鎖編みのとこに細編みシングルクロシェを入れて、で今この一周したことになります。で今回は、このまま今次のとこに目を入れようとしてるんですけど、もう2周目に引き抜き立ち上がりなしでいこうと思っていて、ここですね。で引き抜き立ち上がりなしなので、ここでもいきなり増し目をしたいんですよね。で引き抜きと立ち上がりをしない理由は、これからやる編み方がシングルクロシェなんですけど、ちょっと下の方に入れるやつなので、引き抜きと立ち上がりの線がバチって出ちゃうんですよね。なのでここからはいきなり、1目目をやっていこうと思ってますので、それを考えてるので、余計自分で混乱してて、なんかこう立ち止まったりしてますね。はい。で今2って青いところで青い文字で書いてあるんですが、この1目目にいきなり、入れるんですがこの編み方がね変わるんですよ。ここから今までは普通のシングルクロシェでした。でここから変えてるんですが、ちょっと分かりにくかったので、なんかねこの増し目とかにいっぱいいっぱいで説明がおろそかになっちゃってたので、ちょっと一回止めて、どういう編み方をしてるかを、入れてから続けに入ろうと思います。はい、ではここで一回これからやっていく編み方をゆっくり説明したいと思います。今このコーナーのところはちょっと分かりづらいんですけど、他の部分はこっちを見るとこういう風にね V マークができているのが見えると思うんですよ。で、通常のとこだとちょっといきなりここで説明しちゃいますけど、このね上の2本、今2本取りなので計4本なんですけど、ここの上と上のここを拾ってっていう風にするのがシングルクロシェ細編みの普通のやり方だと思うんですよ。こういうやり方ね、こうなんです。でこれ裏見ると見えるかな。これはねここを拾ってる感じなんですよね。私はこの細編みのね裏地のことを兵隊と呼んでるんですけど、こうやって頭があって足があって、でここの上のこの隙間に入るのが普通の細編みですよね。こうやってここに入れると裏的にはこの兵隊の頭の上の部分に入るんですが、今回はここじゃなくってこの下、この V のここの真ん中をかき分けていく編み方をしたくって、なのでここでやろうとすると上の2本ここじゃなくってこの下、ここに突入します。で突入すると当然今これ見えない、突入できないと思うんですけど、強引に入れると、で後ろを見るとねこの兵隊のね頭があって足があって、頭があってこの足の真ん中をかき分けるか、かき分けてみようかな。ここに入れようとすると、こことここの間に入れようとすると、足と足の間を今かき分けてるんですよ。ここ頭でここに入るか、もしくはこの同じとこに入れつつもちょっとこっち側なので右寄りに針を出そうとすると、この兵隊の足をかき分けた感じ、かき分けたのがさっきだ、足をこっちに寄せた感じ、これ両方の足の寄せてこっちから出てるんですよ。なので次の目で言ったらここから出てる、次の目で言ったらここから出る感じ、どっちでもいいんですけど、どっちかにしてでやることは普通のシングルクロシェ細編みっていう編み方をここからはしていきたいんですね。でどっちでもいいんですが、かき分けるというか寄せる方が楽かな。こうなった時にこの間に入ってもいいんだけど、この足を寄せといてする方が私は楽かな。
どっちでもいいんですが、揃ってた方がいいかなと思います。片方に決めたら片方のやり方がいいかなと思います。こうやってね、この足をこっちに寄せて、この間から出してくる。これ頭ですね。でやることは細編み。で優しめにやってください。次の段が辛くなるので、この V のもうちょっとアップがいいかな。この V の間にグッて入れて、で後ろを見て、ここの頭、足のこっちがここもしくはこの足の間。この編み方でやると、シングルクロシェの通常のところよりはちょっと下を取ってるので、当然ちょっと分厚くなります。でまだこの段だけだと分かりづらいんですが、この V の上にね V がついて、 V の上に V がついてって、ちょっとこうハートが連なってるように見えるのが気に入っている編み方なので、今回は、この編み方でいこうかなと思ってます。はい、こういう感じです。でちょっと時を戻して、今ね元の動画だとここまでは、1段目のこの、チェーンで作ったののチェーンで1周が終わったところなので、ここからまた新たな段が始まるんですけど、やっぱね最初のこのねラウンドしてるところが一番取りにくいんですよ。ここだったらこれとこれで V なんですね。今ちょっと見えづらいですよね。でここから下をこうね、だから後ろで判断するといいか、ここに出す、頭、足のここ、頭、足のこっち側、もしくはこの真ん中でも OK です。ここにいきなり2目を喋れない入れなくてはいけないので、ちょっとこれが大変でした。こういう感じで書き分けて、おりゃ入れる、優しくね。でここにもう1目入れますっていうことを、さっきはしていました。さっきっていうか元の動画ね。でここのね2目入れるのに大変で、この編み方の説明をすっかり忘れていたので、今この編み方だけ、この動画だけ挿入して、で元の私に、現場の私に戻そうと思います。こういう感じです。すごいずれてた。でこれね言ってみればこの編み方と同じです。すごい光が当たって、これも、どっかで最初の方の動画で出してると思うので、よかったらそっちも見てみてください。そんなわけで現場の私にお返しします。はい。でこの辺の部分は1目に1目ずつ入れていけば OK です。でカーブのとこでお会いしましょう。はい、カーブのとこに来ました。ここは123、ここに対して2目2目2目で入れていきます。で楕円形の大きくしていく感じですね。で裏を見ると今こういう感じになってて、この V の部分にどんどんこう V が入っていく編み方なんですよね。でこのカーブのところがちょっと分かりづらいんですが、V を見つけてもらって、若干ね形がちょっと歪んでるんですけど、で後ろから見るとちょっと引っかかっちゃった。2本取りなんでね、ちょっとね頭があって足が2本あるみたいなイメージです。頭があって足2本で、この2本を右に寄せて、左から左に寄せてか、左に寄せ、どっちから見るかによっちゃうな。この場合だったら左に寄せて右から針を出す、頭の下ですね。ここだとちょっと今1本取り損ねました。これ2本取りなんでね、1本取れてももう1本取れないことがあって、すいません、なんかグダグダしてて、頭の下 OK ですね。でここでやることはシングルクロシェ細編みで変わらずです。でもう一回同じとこに同じことをします。2目入れてます。そしたら次のとこにも、ちょっとまだ苦しいとこなんですけど、 V を見つけてもらって、でこの V のとこに入れます。
で後ろは、頭の下で、今足2本みたいな、人という字はみたいなものを、画面の左側に寄せてます。ちょっとかなり力ずくでやってます。で引き抜いてきて2本一気に引き抜く。でもう一回同じところ、2回目の方が1回間穴なんでやりづらくはあります。やりやすくありますね。でもう一回いきます。で最後ここに、また V が1234なのであと2目いきますね。 V を見つけて結構きつく作っちゃってたんですけど、皆さん優しく編んでくださいこれもう何回目だって感じなんですけど、きつくやるとねこういう風に抜くのも一苦労なので、私もこの段からはもうだいぶ優しく編むようにしています。じゃないと次の段の私が苦しむので優しく、はい、でシングルクロシェで、そしたら増し目が終わりました。であとはまた、楕円の辺の部分に入るので12345、ここは1目に1目ずつやっていきます。クリップからクリップまではこの V のとこに、1目ずつ入れていけばいいので、この V 入れてこの足を左に寄せる。でこの頭の下ですね、今右手で頭をかき分けました。 V のとこから出てますね。でシングルクロシェで、これが5目のスタートなのでもう一度クリップつけておきます。でここも V で左に寄せて引き抜けなかったんですよね。これ編んでる時にねめちゃめちゃ疲れました。完成したのはねすごい気に入ってるんですけど、やっぱ最初が肝心ですね。最初もっと優しく編んどけばよかったなと思ってます。はい、で5目やってきてまたカーブのとこに来ました。そしたらまたこれもちょっと見た目きついんですけど、ここも増し目をしていきます。で、2目に2目ずつ入れます。で最後の2目のとこですね、ここに入れて、2段目2周目って言えばいいのかなが終わるということになります。ここもねカーブなんで、カーブだから増し目するんですけど、かなり針入れるの大変だったのでもう100回ぐらい言ってると思うんですけど、優しい気持ちで最初から編むのがいいと思います。はい、今同じとこに2目入れて、最後のここにも、V のところをくぐって、2目細編みを入れます。シングルクロシェですね。足は左に寄せてます。で1回でもう1回で、こうすることによって、2目を4目にして1234になって、この最初のとこ、このクリップ入っているとこで最初2個に増やしているので、合計3目片方で増やしたことになっています。で次の段に行きます。3段目は、さっき1で、増やしたので、次は1とここで2目やりたいんですよね。何言ってんだって感じかもしれないんですけど、要するに、なんて言えばいいんだろう。まずさっき、前段で2目入ってるところに増し目をしちゃうと、ちょっとなんか増し目がきつくなるなっていう印象があるので、さっき増し目をしてないところで増し目をしたいっていうことです。で今ここ、最初の目は1目だけ入れて、で次の目に2目を入れることによって、バランスを取りたいなと思ってるっていうことですね。一応これが最初の目なので変わらず、クリップをつけておくことにします。で次のところに2目を入れます。ここですね。でさっきもちょっと言いかけたんですけど、片方で3目、もう片方で3目で、合計1段につき6目ずつ増やしていくやり方になります。それが円のやり方と一緒ですね。で辺のところは1目ずつで、端っこのこの円のところでまた増やすっていう感じで進めていきます。で5目やりました。23456で、この6に対してまた増し目を今度は212121
2目1目2目1目2目1目の、割合で増やしていこうと思います。でまずいきなり、最初の1目目に2目、増し目ですね入れていきます。1回入れてもう1回同じところに入れる。2本取りなんでなんか2本取ってるとこ1本しか拾えなかったりしてちょっとやっぱ大変でした。で今度は1目で次また3目目は、増し目にします。で1回入れてでもう1回同じところに入れます。で次今増し目したので今度は1目だけで OK。V シェイプなので入れるところは普通のシングルクロシェ細編みの位置よりも下目に入れてます。でかき分けてでここ増し目のとこなのでもう1回2目入れました。で最後は1目ですね。でこの、足を左に寄せてっていうことで統一して入れてます。はい。で今入れたのでまたこの、平たい5目は1目ずつ入れていきます。はい、5目入れてきて、また逆の円のところになりました。で今度は1、1、2、1、2で増やしていきます。さっきは2121だったんですけど今度は1212にすると、線対称って言えばいいのかな。で同じ増し目同じところに増し目を入れたことになるので、形が揃うと思います。なので最初は、1目通常通り入れる感じですね。入れているところは、ずっとこの V 編みでやってるので V 編みかっこ仮ね私だけしか読んでないと思うんですけどこの V の中に入れて、足は左に寄せるで統一してます。でこれ今2目目なのでここに増し目をもう1回します。で今増し目終わったので次は、ここには1目だけなので、この段は、増し目が交互に入る感じになってますね。1目入れて、相変わらずきついんですよねで次のところは、最後の目なんですけど増し目をしてこの段を終わりにします。できついんです。入れるところはこの足を左に寄せる。だからこの編み方するときは後ろを見ながらやった方が分かりやすいかなと思います。で1目入れて優しい気持ちで編んででもう1目入れます。でそうすると最初の、スタートの時に増し目もしてるので、合計、片方で3目増し目ができていることになります。増し目増えてることになりますね。で V の形もだいぶ出てきていい感じになってきたかなと思います。で一応目数を確認しておくと最初の目で123456789で9で3目増えてるので OK です。9目になってで次12目にしていきます。で今度は、次の段は211の増やし方でいこうと思います。でここの5目は1目に1目ずつですね。なのでまず最初の目しつこいようなんですけど後ろを見たらこの足この兵隊ちゃんの足の真ん中でもいいんですけど今回は、それを左に寄せてその脇から右側から出すようにしています。でここにもう1目で1回増し目をしておきます。ですかさず最初の方の目本当の最初の目に、最初の目っていうクリップをつけておきます。でこことここは1目ずつ入れてで5目も普通にやっていきます。で反対側のことも、説明しようかな。5目やったらこの線対称逆をすればいいのでここは11で3456789あるので11でにここで増し目11ちょっと待ってください。
112、112いいんだ。で、112ですね。はい。今度は、3回に1回増し目をしていく感じにします。なのでまずここは、ちょっと戻りますが、1目入れて、で次のとこも1目入れて、でまっすぐ次5目やったら、今説明したように、逆サイドの半円のところは、3回目で増し目、3回目で増し目、3回目で増し目をやって、一周してこようかなと思います。で一周して聞いて、今5目をやって、1見えるかな、11でここで増し目、11増し目、11増し目ってやってきました。こうやって見るとV がこうちょっと重なっているところが増し目になります。で5目はまっすぐ1目に1目ずつやってきて、今、半円の最後の部分ですね。でですね、ここの 1,2,3,4,5,6 のとこにまた増し目をやっていくんですが、その最初の目に今2目入ってるんですよね。211なので、ここも本当は2、ここに最初に2で次に11でまた211ってやっていかなきゃいけないんですが、それを、すっかり間違えて112で入れちゃってます。結果的に増し目の数は合ってるので困ることはなかったんですけど、円をね左右対称に両側でやりたかったので、本当は211で入れた方が綺麗な円が描けると思います。結果的にあんま変わらなかったんですけど、気持ちの問題でね。で、今この画面ではここで増し目してますが、112で入れてますね。でも本当は211がいいです。なのでここ本当はこの次の目で2にして、残り2個を1にしたかったですが、うっかりっていうのを、音声今後で入れてるのでそこで気づきました。増し目ってね忘れちゃうんですよね言い訳ねでも明らかに間違えたら歪むので、それは気づくと思います。でこの時の私もですね、今こう最後に本当は1でも今2入れるので、最初の目にも2入れたなと思って、そうすると増し目と増し目が重なるんですよね。でちょっとそこに違和感は覚えた記憶はありますが、進んじゃってますね。はい。そんなわけで、でもここで今、4目増えてまた2目増えたので、1,2,3,4,5,6,7,8で9、10、11、12で12個になったので OK です。 OK じゃないんですけど OK です。で、次5段目に入って、もう1段ぐらいでいいかなとは思っています。でここは1212で1212なので、3目目に、2目入れてっていう感じでやっていこうと思ってます。なので、段数が上がれば上がるほど増し目するのに、なんて言えばいいんだろう、間が空く、合計左右で3目ずつ合計6目増えればいいので、増し目の、頻度がだんだん下がっていくかっていうイメージですね。でもう一個ここに1目入れます。で次が増し目のとこですね。ここには2個を入れようと思います。1回目ででまたもう何回も繰り返してますけど、だいぶこの段まで来ると編み目が揃ってきて目が入れやすくはなってるんですが、このプラスチックのジャンボはとにかく滑りました。なのでアクリル毛糸とのね相性が良くないのかなって思います。はい。で、今取れちゃった最初の目に、マークしておきたいんですよね。なのでこれ増し目があるとね何目やったか分からなくなっちゃうんです。1、2、1、2、3、4、5
はい、1121にしたので5目前ですね。ここは最初の目で、5目は1目1目ずつ入れていきます。はい、でもう半円のところに来ました。ここは1211で増やしていきたいと思ってます。そうすると、逆サイの円と1211って締めの増やし方が対照的になるので、円のカーブの形が同じになっていいかなと思います。1211ですね。で次も1で12111211で1211にすると、3目増えて、合計で半円と半円の合計で6目増えるので OK っていう感じで考えています。ただね、さっきの段で、締めするところ普通に間違えてたので、なんか偉そうに言えないんですけど、理想は対照的が綺麗かなと思います。で今11入れて、ここ締めのとこですね、12か。で残りの2目はこの、ちょっとムニットやって1目ずつ入れていきます。で次も1目ですね。12で締めして11。なんかね、段数が進んでいくごとに、合計、3目3目の6目増やせばいいので、でも目数は増えていくから、締めを入れるタイミングがだんだんと空いていくんですよね。例えば2段目だったら全部に締め入れてとか、3段目だったら2回に1回とかになっていくので、5段になると3回に1回かな、4回に1回かになるので、分かんなくなっちゃうんですよね。なのでこまめに見返しながらやっていってます。今締め入れて、締め入れたので、あと2目は1目ずつですね。で次も1目なんですけど、いきなり迷い込んでますね。なんかね、違うことを考えてるとすぐ分かんなくなっちゃうんですよね。で1で2でしょ、111で今2入れたので11で、次が、3セット目のに入るので、もう一回1ですね。はい、ここも1入れて、入れて、で最後11で計算があってよかったなっていう感じです。違うとこ入っちゃって。で相変わらず、細編みの裏の頭の下、足を左に寄せて右から針が出るようにしています。で最後の1目、これが終わったらまた平行のところに入るので、平行のところはこのクリップ、次のクリップから5目は1目に1目ずつやっていけばいいことになります。なんかだんだんとねじれてきて、はい、ではここやったので、ちょっとここやり直しながらもやり直して次の5目もそのままやっちゃおうと思いますので、これやって、ここからグーっていってそこまでいきますね。はい、5目のとこやって、5段目の半円の終わりの方に来ました。ここは対照的にするので11に、で最後にします。はい、さっきは、入れ方としては1211だったんですけど、その何て言えばいいんだろう、鏡って言えばいいのかな、線対称にするのでなんか綺麗な表現が浮かばないので、
1121になります。今11やったので、ここで増し目をしますね。そうすると逆サイドでも1回やってからの2回っていうのが、揃うと思います。なんか思いますとか言ってちょっと怪しい感じになって揃います。はい。でまた、1121をやっていきます。で、こっちの円に関しては、最初の目のとこですでに1セット分の増し目が終わっているので、増し目のセットは、2回やればいい感じですね。でね、こうやって2本取りで取ってるとね、1本だけ取れなかったり、1本だけね引っ張ってきちゃったりするので、まあ気をつけてというか、今ね1本だけなっちゃってますよね。だんだんとねちょっとこうイライラしてきちゃうので、心穏やかに優しい気持ちでやるのがいいなっていうのを我ながらに思いました。1121なので、そこ2回やってというか増し目をやって、もう一回同じところに入れます。で最後に1をやれば合うので、計算があったなっていうことで1入れて、で5段目を終わりにしたいと思います。よいしょ。で1入りました。そうしたら、半分に対し12目が15目になっていれば OK です。で長さを測ると、横が16センチぐらいで、縦が 9.5 センチになりました。でスタートは、チェーン5、鎖編み5目で始めて5段で、2本取りで編むと大体このサイズになりますよっていうことでした。でここからは、同じこの編み目のままで目数も増やさずに、外側を編んでいきたいんですが、白も入れていきたいんですよね。ただこっちが中にするかなで、こうやって編んでいきたいので、どうしようかな。グレーにしようかな。まずこのままグレーのまま、3段ぐらいやって、で次に白を3段入れてっていう感じでいこうと思います。でもこのクリップは必要ないので、もう引き抜き立ち上がりなしで、あとはもうぐるぐる編んでいくだけにしようと思います。で、一応最初の目だけつけとこうかな。であとはこの増し目クリップは全部取って、で、これから外側っていうか、なんていうんだ、サイドを編んでいきたいんですが、ちょっと長くなってしまったので、この、サイド編んで完成まではパート2でお届けしようかなと思います。そんなわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければまたパート2でお会いしましょう。